これまでのペーパーテストで良ければいい点を取ろうというふうに考えれば、似た問題、過去の問題を解きまくるっていうのが、一番効果的だっていうのはこれまでの過去の研究でも言われてるわけですね。ただそういうやり方では今の複雑で見通しが持てないような社会に対応できるような力になるのかということで、今、中教審等で議論されているような個人の資質能力を育んでいこうと思うと、もう一歩工夫が必要で、それは一人一台コンピューターやクラウドの活用、そして AI の活用っていうふうにつながっていくんだと思っています。教科書だけじゃ勉強しにくかった子どもが、この生成 AI で教科書に書かれていることをもう少し優しく変えて読み直すみたいなことで、画像にするとか音声にするとか動画にするっていうことで、いろいろな子どもがこれによって勉強がやりやすくなったなというふうに感じてます。体育だと前回試しのゲームをして目標を設定したりとか課題を見つけることができたので、ジェミに自分たちに合った練習メニューを出してもらうっていうことだったんですけど、こういう練習メニューがいいんじゃないかって提案を受けながら、納得すればそれを選んで自分たちでやるんですけど、自分たちが思ってるの違うなってなるともう一回聞いたりとかしながら自分たちに合う練習メニューを探したりしています。AI を使うことで授業の中でどんどん学びを深めていく。じゃあ日常でどこで使われてるのって質問したりして、自分が経験してきたこの現象も今日の内容とつながるんだねっていう風に、生徒が身近な現象に結びつけて考えられるようにっていうのがよりよくできるようになったかなと思います。答えを求めるだけじゃなくて、この解き方を教えてっていう風に聞いてる生徒がいて、自分の数学的な力を向上させるために使ってるなっていうふうに感じています。ガイド付き学習を使うと、この質問をしながらやってくれると、そうするとやっぱ自分の何がわからないのかとかも分かんない状態でもいろんなことを質問しながら言ってくれるので、すごく学習が進めやすいかなっていうふうに思っていつも使ってますね。その授業の中で関所を作ってあげる、例えば子どもたち同士で学んできたことを説明し合う場面とか、学習を振り返させる場面っていうのを、教員が意図的に作っていくっていうのが教員の役割になってくるのかなというふうに思っています。一番大切にしているのは、一人一人をよく見るっていうことです。この子は前の単元ではどういうことはできていて、どういうことはまだ伸びしろとしてあったのかということを把握し、実際に歩いて回る、クラウド上で見るっていうことを繰り返しながら実態を把握します。できそうなことが何かっていうことをこちらが見定めて、で本人がそこに通りかかっているところ、ちょっとつまずいてるなって思った時に背中を押すみたいな、そういったところにエネルギーをかけるっていうのはすごく以前より多くなったなっていうふうに感じます。これまでの授業だと、一斉の授業なんですけども、特に中学校の先生は喋りの種類を調べていくと、その多くは説明なんですね。今度伏線でそれぞれの子どもが自分の興味関心のあることを生成 AI で調べていった時に、うまくいってるなと思ってる先生の様子を観察すると、まず何やってんのって先生が尋ねることを通して、子どもが説明するわけですけども、それによって子どもが今何やってんのか頭が整理されてきて、実はそれだけでもものすごい効果があって、教科書に書かれていることを一字一句説明していくっていうような先生の関わり方や喋り方とは今は随分変わってきてるんじゃないかなと思います。私の授業の中では、集めた情報を整理して一定自分の考えができたら、それを友達に伝えようっていう場面は必ずあります。で僕は子どもたちにはそれは情報の吟味の場面だよって言ってるんだけども、コピーして貼って終わりでなく、自分の言葉で喋るにはどういう準備を他にしとくべきかって考えさせたりします。生徒同士の関わり方でいくと、同じようなことを質問として投げかけたいってなったとしても、プロンプトのちょっとした違いで中身は同じでも異なる表現で内容が出てきたりとか、それをお互いに見合ってなんでだろうって話し合ったりとか、こっちの方が見やすいから今までどんなプロンプト入れてたのっていう風に話し合ったりして、 AI があるから個人で学びを進めるっていうよりかは、その AI を通してお互いにもっとよりよく使うためにはどうするんだろうっていう話をする姿が見られるようになってますね。
知りたいことがあったらその質問の仕方を変えるだけで何回も質問してもいいし、自分が求める答えが出てくるまで何回も繰り返し聞けるところがいいなって思いました。ちょっと誤解が生まれそうなものとか、プロンプトはちゃんと言葉を選んで使っています。生涯にわたって自分の力で学んでほしいっていうことがあって、先生たちも、子どもたちのモデルになるように自分たちも学び続けている姿勢を子どもに見せる、まず子どもに使わせる前に先生たちが、それを使ってみてどんなものかとか、便利かどうかっていうことを感じないとなかなか子どもたちにうまく伝わっていかないと思いますし、最初は大丈夫かなって思われている先生も確かにいたと思うんですけど、この先使わずに、子どもたちが生きていくことは難しいだろうと。だったら、正しい方法でまず出会わせることが大事かなっていうことを共有しているので、実際使ってみて子どもたちが上手に使ってきたりとか、回転数上がってきたりとかっていうのを目の当たりにすると、そういう不安はだいぶ消えてきてるんじゃないかなっていうふうに思っています。クラウドを使い始める時もそうでしたけど、子どもたちに使わせる時は最初にトラブルあるのは当たり前なので、そのトラブルを乗り越えないと有効活用されないことはもう分かっているので、制限は最低限にしてこういうものに頼っていくということは学びを止めない一つの大きなポイントだと思います。個人情報入れないとか当たり前のことなんですけど、このジェミに学校で使っている場合は学習に使われないということが必ず下に表示されているということで、これは安心材料ですよね。基本的に到達目標みたいにして考えてしまうと、答えを移して達成してしまえばおしまいなわけなんですけども、自分の成長のために生成 AI を使うんだというふうな考え方が一番大事だなというふうに思ってます。高い資質能力をつけようと思うと、一人一人が主体的に対話もしながら、深く学んでいくというような活動が必要になって、教室に流通する情報の量が圧倒的に多くなる。やはり結構複雑な情報が必要だったり、レポートとかで仕上げていったり、いろんなことをしなきゃいけないので、そういう高い資質能力を目指す意味でも AI は欠かせないし、一方でいろんなハンデのある子どもとか、外国語しかわからない子が日本語にしてみるとか、学習に困難を抱えている子どもとか、そういう子も含めてさまざまな子どもが学習していく多様性の包摂を実現していくツールとして AI は欠かせないというふうに思っています。もっと新しいテクノロジーが生まれてきてもですね、上手に同じように使いこなして、自分の成長につなげていくっていうような、そういう子になってほしいし、多分そういうふうになっていくんじゃないかなと感じてます。欠かせない相棒みたいなもんですよね。好きな時に聞いて自分が分かるまで教えてもらえるのでいいと思います。自分にはない想像とかをくれるのでいい刺激になってます。自分のアイディアが止まった時とかに使ってます。効率よく学習が進められる。いろんな知識が身につくので楽しいです。学習に必要不可欠なものだと思ってます。